白馬の王子様のカードなんで、中にはね、愛の告白を受けるっていう方もいるかも。最終結果に、こんな素晴らしいカードが出ております。これは豊かさのカードです。物質的な豊かさに恵まれている、手に入っている、安定している。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。いて座の皆さん、行ってみましょう。はい、このように出ました。入りましたでしょうか。はい。ではね、開けていきましょう。カップのキング。いいカード、素敵なカードが出てますね。おう、2だ。はい。またカップだ。カップのナイト。はい。またカップだ。カップっていうのは、この記号は、ちなみに感情とか気持ちとか愛情とかですね、目に見えない部分のそういった心みたいなところを表します。はい。10。重いというカードが出てますね。ちょっと大変とか忙しいとかやることいっぱいとか、そんなことがあったんでしょうかね。はい。ソードに。ソード。はい。はい。エンプレス。はい。こちらが、ペンタクルス10。いいですね。今月、なかなかですね。はい、このカードです。こちらが。はい。ソードのナイト。はい、とってもいい感じに出ております。それでは読んでいきましょう。はい、いて座の皆さんですね。それではお伝えしていきましょう。ちょっと角度を変えてちゃんと綺麗に入るようになりました。ちなみに今回使っていくカードですが、こちらです。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。缶入りでとってもね、扱いがいいです。これ前回もね、このカードでしたが、このところこのカードを結構使い続けていて、私が感じるこのカードのカードデッキの性格っていうのがあるんで、ちょっとお伝えしたいと思ったんですが、すごくね、的確なんですね。的確で、ちょっと面白い角度からこう切り込んでくるみたいな、そんな印象があります。小粒でピリリと辛いっていう感じでしょうかね。こう小さいんですよ、サイズが。手のひらサイズなので、とてもね、扱いがいいし、画角に入りやすいんですけどね、なかなか面白いやつだなっていう感じがいたします。はい。もしご興味がありましたら、私の概要欄にリンクを貼ってますので、よかったらご覧になってみてください。ユニバーサルウェイトタロットデッキさん。今回も使っていきます。はい。ということでですね。いいんですよね。この愛を持ってきてくれる、あなたに対して気持ちを持ってきてくれてるっていうカードもあるし、それから人格者のカードでしょ、スピードのカード、恵まれてるカードに、それからやっぱり恵まれてるカードというですね、ざっと言うとそんな感じでカードが出ております。そして、第一印象で受けることなんですが、おそらく、いて座の皆さんは、
求めるものが変わってきてるんじゃないかなと思います。求めるものが変わってきてる。そんな感じがします。今があって、その前があってこれからというところなんですが、ちょうどこの中間地点にいらっしゃるというのも感じることなんですね。はい、ではですね、読んでいきたいんですが、現状がカップの器具。これは言ったように人格者のカードです。いろんなことを大きな心でまるっと受け止めているという包容力がある様、そんなことも表してくれているカードです。悟っているカード。それから、スピリチュアル能力だとか、感性感受性、見えない部分の豊かさ、そういったことも表すカードでもあります。優しさとかね。なんで、いろんなことを大きく受け止めていられている、そんな状態を作れてるって伝えてくれてますよ。これすごくいいなと思います。で、この前の段階、過去を表すところに、このカードがね、ワンド10が出てるんで、なんで結構大変だった。それから重かった。いろいろ忙しかった。やることがあれもこれも全部自分でやってるみたいな、そんな状況が終わりになった方が多いんじゃないかなと思いました。そういったご苦労されたからこそ、こんな状態、素晴らしい状態が作れていると。そのように出てます。ですから、ご成長されているというか、成長どころではなくて、あるところにもう達してる感じがしますね。ある地点まで。結構高いレベルにご自分の中で、到達している、そんな方が多いんじゃないかなと思いました。それはやっぱりですね、今まで大変なことを一生懸命されてきたということが要因になっているかなと思われます。で、この先もね、この感じで、今月の感じで、流れに身を任せていける。しばらくこの調子で大丈夫って出てます。バランス取れています。はい。そして、ケルト十字っていう形でカード十字って出してるんですね。で、これがここにあります。で、このカードはワンドの2の正位置ですね。これっていうのは今言いましたようにまさしく今までがあって、そしてこれからがある。そして今にいるというところを表してくれています。ですので、言葉にしてお伝えをすると、今までのご経験を生かして、それをこの先につなげる。それが今月大事そうです。そこを意識するということですね。今までのことを切り捨てるということではなくて、今までやってこられたこと、いろんなご経験とかね、そういったことだと思いますが、それを大事にして、それを生かして、この先につなげるっていう格好でいくといいと思います。ちょうどその中間地点、現在というのはその中間地点におられる、そのようにカードがね、伝えてくれてます。ちょっとね、大変なことだったとしても、それを活かせる、それをもって、この先に、そのことを活用していかれると出ております。で、そういった意識でいられると、とってもいいよと伝えてくれてます。で、こちらカップのナイトですね。今月のあなた様の健在意識。健在意識って何かっていうと、ご自分で意識している意識ですから、自分で分かってるところですね。はい。これすごくね、やっぱり愛のカードなんですよ。白馬の王子様のカードなんで、中にはね、愛の告白を受けるっていう方もいるかも。それが恋愛じゃなくてもね、あなた様に対して感謝を持ってくるとか、なんでしょうね、ありがとうっていう気持ち、同じか持ってくるとかですね。いろんな意味で好きだよっていう意味だったりとか、とにかく嬉しい感情が届く、嬉しい気持ちが届く、そんな風にお伝えしたらいいと思います。はい。だから、なかなか楽しみだと思います。カップのキングがいて、カップのナイトがいるんですもんね。なんで、やっぱり愛情とか目に見えない部分、愛とか気持ちとか感情とかですね、内面の豊かさ、そこがクローズアップされてくるんじゃないかなと思います。ご自分でも目に見えない部分の豊かさに目が向けられている状態が作れてるって伝えてくれてます。このカップのナイトは本当に出たら嬉しいカードなんですよ、これって。愛の告白って言ったんですけどね、ここにライバルのカードも出ていて、これライバルって意味もちょっとあったりするんですが、いろんな意味であなたに気持ちを持ってきてくれる人がいる。一緒に頑張ろうみたいな感じもあるかもしれないですね。で、それを受け取っていかれるのかなと思います。で、これが顕在意識。一方、こちらが潜在意識。ご自分の中に
埋まっている自分で気がつかない意識ですね。そっちの方の意識が出てます。何か諦めたとかやめたとか興味なくなったとか、そういったところが根底にありそうなんでしょうかね。ご自分で気がついてないかもしれないですが、何かを諦めた、やめたという感じなんですよね、今回。何でしょうかね。初めに言いましたように、求めるものが変わってきてるという感覚がすごくあるんですね。今月の伊手座さん、今までとご自分の内側が変わっているから求めるものが変わってきている。そんな印象がとってもございます。それっていうのは、この前の段階で、何か興味なくなっちゃったとか、諦めたとかやめたとか、心の中で線引いたっていうことがあるのかもしれないですね。だからこういった形で素敵な愛情の方に目を向けられたりとか、誰かの気持ちの方に目を向けられたりするっていうことも言えるかなと思います。一つのね、例ですけれども、一区切りつけた感じあるんですよね。何でしょうかね。一区切りつけた。だからこのいい流れが作れてるのかもしれないですね。やっぱり今にいて、その前、過去があって、これからがあるっていうね、そんな感じがすごく全体から伝わってきて、この今という10月、すごい大事なんですよ。中間地点ですごく大事。はい、そのように出ています。それからちょっと戻りますけど、なんか興味なくなっちゃった、諦めたとか、一区切りつけたというところを感じるカードですが、それと同時にもう一つさらにね、踏み込んで言うと、なんか新しいものがやってくる予感を感じているのかもしれないですね。伊手座の皆さんの奥底の意識が新しいものに出会えるっていうことを感じ取っている。そのようにもお伝えをしたいと思います。はい、そしてこちらにね、行きましょう。これは今月のあなた様自身、ソード4ですね。ソード4の正位置、おやすみなさいってなってますよ。充電中ですと。はい。充電するような感じ。充電と本当に言えてるっていう人ばかりだと思いませんけれども、なんていうかな、前に進むというよりかは、今ってすごく大事ってこっちで言いましたけどね。今までのこととこれからのことの間にいるから。だからこんな風に小休止みたいなイメージ。そのように出ております。先に急ぐっていうより今ここにいる。今ここで内観するとかね。休むとか。そんなカードが出ております。今回このね、ステンドグラスがすごく鮮やかに感じました。外側がいろいろね、展開していても、自分はマイペースで、ちょっと休むわ、みたいな。そんなところが出てますよ。本当にお仕事を休むとかですね、いろんなこと休むということではなくて、なくてもね、心の中で線引きする感じがあります。というのは、ここに、周りの状況とか周りの人、環境というカードがね、わちゃわちゃしてるカードが出てます。こんな風にガヤガヤわちゃわちゃしてる。だけど、あなた様はゆっくり休んでるみたいな、心の距離を置くだとか、周りの人と線引きをするっていう感覚、伝わりますでしょうかね。そんな関係性が、このカードから感じられます。だから、外側がね、ガヤガヤしていても、全然大丈夫。ちょっと休みます。だったり、心の中で線を引いて、自分は自分の場所にいるという、そんな感覚のカードが出ております。で、世の中かもしれないですね。環境とか周りの人っていうのは、半径何メートルっていうのも、相当しますし、それからもっともっと言うと、広く広げていくと、世界、世の中がね、こんな風に、やっぱり10月もガチャガチャするのかもしれないですね。こんなガヤガヤガチャガチャ。これライバル争いのカードでもあるんですが。だけど、伊手座のあなた様は全然大丈夫っていう感じです。休んでるカードが出てますよ。英気を養っている。充電中ですってカードが出てます。だから、交わらないんでしょうね。このガチャガチャに入り込まないというか。これは、いい感じの姿勢なんじゃないかなと思います。巻き込まれないって言い方がいいかな。巻き込まれない。はい。巻き込まれない感じがありますね。やっぱり。そして順番に行きますと、こちらが今月の伊手座の皆さんの
願望、希望、思いで出しました。エンプレス、聖地。いいですね。ゆったりしてますね。これは実は妊婦さんなんですけどね。はい。女性性のカードでもあります。だから自分から何かわって取りに行くだったりとか、こんな風にですね、戦いに参戦するという感じではないんですよ。希望が。どちらかというと、自分はじっとしていて、与えられたいとか、恵まれたいとか、そんなカードが希望として出ています。ですからやっぱり、なんか求める感じが変わっているっていうのがあるのかなと思います。自分で何とか強引にしようとか、すごい頑張ろうとかね、絶対に取りに行こうという戦闘態勢じゃないんですね。こう待っていて、ここにいて、そして豊かさが流れてくるという、その流れをご自分で作るのかもしれませんが、とにかくそんなに動かないで、ここにいて豊かさを感じたい、幸せを感じたい、そのような願望、出ています。しかもこれ恵まれてるカードなんですね。だから恵まれてる状態を感じきりたいとか、今ここにいて恵まれてることを感じたい。そんな思いがあるんじゃないかなと思いました。それからね、やっぱり、同じかな。満足したい感じがあります。満足。人生に満足したい。生活に満足したい。それが希望として出てます。そしてね、おそらくその希望、なんだか叶えられそうですよ。それは最終結果にこんな素晴らしいカードが出ております。ペンタクルス10聖地。これは豊かさのカードです。物質的な豊かさに恵まれている、手に入っている、安定している。しかも協力者がいるという素晴らしいカードがこの10月の最終結果に出てますよ。それからこのカードの世界観を言うと、お父さんお母さん、子供がいて、ワンちゃんがいて、おじいちゃんがいて、家族のカードでもあります。ですから家族の幸せが、叶えられたりね。それから本当に家族じゃなくても家族的なつながりの中で幸せを感じられたりとか、協力者が現れたりとかね、そういったことを表してくれてます。これも恵まれるカードなので、おそらく満足したい、ここにいて満足したいとか幸せ感じたいという思い、叶えられていくんじゃないかなと思います。そして補助カードで出してますのが、これが面白い。ソードじゃない、ワンドの6の逆位置です。勝利のカードなんですけどね、聖地だと。これが逆位置で出ているので、急がないっていうこともそうだし、それから戦わずして勝つみたいな感じが今回すごくあるんですよね。なんか無駄な戦いをしないというか、無駄なことしないで、それで結果的に自分の欲しいものを手に入れる。そんな感覚がとてもありますよ。なんかドーンとしてるんですよね。ですからここにいて引き寄せるだとか呼び込む、そんな感じもありますし、無駄な戦いをしない、無駄な喧嘩をしない感じもありますね。外側は結構ね、喧嘩してたりガヤガヤしていたりとか、争っていたりね、そんな様子のカードが出ていますが、ご自分自身は伊手座の皆さん、10月はね、すごくドーンとしてるんですよ。そして幸せを呼び込めちゃうというですね、ものすごい羨ましい、そんな感じで出ております。多分負けるが勝ちっていう感覚もあるかもしれないですね。わざわざ入り込まないというか、自分はちょっと距離をとってそこでゆっくりしてる、そんな印象がすごくありますね。でそれは結果的にですね、今月の豊かさにつながるっていうふうにも言えますし、余計なことに首を突っ込まない、それを実現していく伊手座の皆さんがいらっしゃると思います。はい、そしてこちらが今月の対策で出しました。はい、ソードのナイト来ましたね。ソードのナイト、スピードのカードです。はい、こうゆっくりしてるっていう感じをね、お伝えしたと思います。充電中ですとか、ドーンとしてるとか。だけど、スピードも結構大事だよっていう風にね、最後締めてくれています。これスピードのカードです。このスピードはずっとスピード出してろということではなくて、要所要所でやるときはやるみたいな。そんな姿勢でいかれるといいと思いますよ。やるときはやる。十分休んでやるときはやる。これというところには乗っていく。それが今月のあなた様に向けての開運ポイントです。
それから他の星座さんでもですね、結構このカードがここに出てるっていうパターンが多いんですね。似たようなカードっていう場合もありましたけどね。今回はソードのナイトが今月の開運ポイント、それから対策っていう形でね、出ていて、それでお伝えをしたんですが、少し動くとか移動するとか、それも開運させることになりますと伝えてくれてます。なんかあまり動きたくない感じっていうのが出ていて、他の星座さんも割とそんな感じだったんですけどもね、旅行するといいとか、動くっていうことがいいよっていうふうに、お伝えするカードではあるんですが、ただなかなかそういうの難しいっていう方もね、運動していくですから、自分の中を活性化するということで、さらに良くなるっていうことに、つなげられるんですよ。そうなんですね。自分を活性化させたい、動いていきたい、運動していくっていうのも今月とてもいいと思います。それから決断もやってくるかもしれないですね。決断がやってくる人がいるかも。ですからやるときはやるっていう姿勢でおられるといいと思います。無駄な動きはね、しなさそうですが、やるときはやるっていう、そういった姿勢でいかれるととってもいいんじゃないかなと思います。ね、なんといっても、もう一度これ素晴らしいのでお伝えしちゃいますが、今月の最終結果がペンタクルスの10の正位置でございます。これはね、言いましたように、家族の幸せ、家庭運がいいよっていうこともありますし、それから周りの人に恵まれている、近い人に恵まれている、協力してもらえる状態が作れている。それもお伝えします。それから、なんといっても、金運だったり、物質的な豊かさの運がとてもいいんですね。必要なものが揃っている。それがこのカードを伝えてくれていることになります。それからね、もう一つ、いて座の皆さんね、今月ね、モテそうですよ。モテそうなカードが出てる。モテそうですね。ここもそうだし、周りの人に好かれるよってカードだし。はい、このように出ておりました。タロットカードは以上になりますが、この次ですね、オラクルカードを出していきます。まず、お仕事活動面のメッセージ、愛情面のメッセージ、最後に、今月のラストメッセージ、カードを3回出していきます。はい、ではね、出していきましょう。お仕事活動面か。飛びましたね。これです。それから愛情面。はい。2枚ですね。それぞれ出ました。今月のラストメッセージは一番最後に出したいと思います。ちなみに使っていくカードでございますが、今回こちらです。ザ・スピリット・アニマル・オラクルカードです。はい。結構おなじみだと思います。ご覧になってくださっている方は。動物さんのカードです。そして、ラストメッセージがデイリークリスタルインスピレーションカードを使っていきたいと思います。はい。もしご興味ありましたら概要欄にリンク貼ってますので、よかったらご覧になってみてください。ではね、開けていきましょう。まずお仕事活動面です。はい。これ他の星座さんでも出た。フォークスピリット。なるほど。レッドスピリット be your guide。はい。力強いカードがね、出ましたね。愛情は。はい。すごい。スターフィッシュスピリットが来ました。人手ですね。宇宙的な人手ですけど。Open to infinite possibility。なるほど。なるほど。はい。このように出ましたので、それではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい。それではお伝えしていきましょう。電気つけたんでちょっと様子が変わってると思いますが、こちらからいきましょう。鷹ですね。鷹のスピリット。レッドスピリット be your guide。
あなたをガイドしてるという意味合いですね。この鷹ってすごく視野が高くて広いんですよね。お仕事面はなんだか導かれてる感じっていうのもあるかもしれない。それをまずお伝えします。創造主の導きに従いましょうですね。これ要約すると。でこのカードが出るときっていうのは、シンクロが起こりやすい。そしてシンクロに気がついてくださいということですね。あなたにお知らせがですね、ちょいちょい来るようですよ。お仕事活動面。例えば数字とかね、エンジェルナンバー見ましたとか。そしてあなた様にこうね、アイデアをすごく落としてくれているんですよ。それに気がついてほしいなと思います。先ほどタロットカードのリーディングで、このカードがね、現状で出てました。これもかなりスピリチュアル能力の高い人なんですね。感性、感覚のいい方。なので、ちょっと似てますね。この感じがちょっと似てるな、エネルギー。カップのキングとこのフォークスピリット、めちゃくちゃ似てます、エネルギー。この大きい感じ。視野が広い感じ。上から見ている感じ。小さいこと気にしない感じっていうのがすごく似ていました。はい。なんか似てるな。きっとね、こうアンテナを張っていると、受け取れると思います。こうしたらいいんだっていうこと。それから、ピンチだなっていうふうに思った時があったら、感覚を研ぎ澄ましてほしいんですよね。お仕事なんで、もちろん直感だけでやるってことはないと思いますけども、取っかかりだったりとか、何かこう出られないっていうふうに思った時に、割とその降りてくる直感っていうのが大事だったりするんですよね。それアイデアかもしれないし、何かの突破口になるかもしれない。なので、アンテナを張っていてください。あなたに何か素晴らしいアイデアだったりとか直感とかね、そういったものを落としてくれるかも。それをお伝えしたいと思います。それ受け取れるんですよね。めちゃくちゃ受け取るカードです。これは大きく手を広げて受け取ってるようなカードです。カップのキング。はい。ものすごく大きいですね。やっぱり導かれてる。私はこの YouTube のリーディングであんまり導かれてるとか言わないようにしてるんですけどね。いろんな方が見てくださってて、特に星座別はスピリチュアルとかあんまりよくわからないという方も見てくださってると思うんですが、ですから今回はですね、この導かれてる感結構あるんですよ。こっちのカードも後で言いますが。なんか時が来てるというか、ミラクル入ってるというか。だけど、それって自分で気がつかないと見過ごしてしまったりするんですよね。普通にこう生きていても、すごく運がいい人っているじゃないですか。運がいい人っていうのは、自分で気がついてなくても、そういう予兆をつかんだりとか、なんか降ってきたアイデアをうまくつかめていたりとか、流れがあってそこにピョンってうまく乗れていたりする人なんですよね。ですから直感、感覚、感性がいい人が、運がいい人なんですよ。それをお伝えしたいと思いました。なので、今回そういった部分であなたの感性、感覚、受け取る力がすごい高まってますので、受け取ってください。それから愛情面いきましょう。愛情面がスターフィッシュスピリット。はい、これご覧くださって、なんかいい感じするなってわかりますよね。Open to Infinite Possibility、無限の可能性がオープンしてますっていうことです。なんで、来てますね、チャンス。さっき、このね、カップのナイト。このカードが来てました。ちょっとこことも、なかなか通じるから置いときますが。やっぱりあなたに思いを持ってきてくれる人がいるかもしれない。そんな風に思いました。なんか開きましたね。ご自分の中で一個諦めたことというか、けりをつけたことがありそう。それがさっき出てましたが、だからこそ新しいことを呼び込むという方向にこうシフトしているというのが感じられます。なんで、想定外のことが起こるかもしれませんよ。愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がもうすでにいらっしゃる方、これからっていう方、それから、ご家族愛でね、ご覧くださっている方もいると思いますが、ご家族愛なんかで見てくださっていたら、なんかね、どうしてもこううまくいかないとか、もうしょうがない、諦めたっていうことがあったとしたら、なんかそこに希望が見えてきたりね、そんな感じがします。ちょっと違う扉が開きますよ。新しい扉が開く。すごくミラクル感を感じますね。で、お相手探している、出会いを探しているっていう方も、
同じくです。神がかってますね、今回。なんか開きますよ。ですから、ぜひキャッチしていってほしいなと思います。このカードが愛の告白のカードですからね。あなたに対して好意を持っている人もいるかも。それから好意っていう風にならなくても、その素敵な気持ちですね、持ってきてくれる人がいるかなと思います。で、それを受け取れるっていうところもね、大事なところなんですが、なんかそれが両者が揃う、そんなイメージもございます。それから、そう言うの忘れてました。10月の17日、お羊座で満月があるんですね。で、これはスーパームーンなんですよ。スーパーなムーンなんですよ。で、お羊座というのは、いて座と同じ日のグループの星座です。で、同じグループの星座で満月起こる時っていうのは、やっぱりですね、インパクトあるんですね。満月っていうのはどういうタイミングかというと、何かが成就する、完成する、そして成就してその次に行くというそのフェーズ代わりの時ですね。ステージが変わるとか、それから感謝して手放すっていうのも言われております。なので、かなり大きな節目なんですね。さっきタロットカードのリーディングもそんな感じがありましたが、ちょっとね、星の話、天体の話はスルーしてしまいましたが、そのまま当てはまりますね。はい、なんか扉開きそうですよ。特に愛情面で。ぜひアンテナを張っておいていただきたいなと思います。それから信じてほしいですね、可能性を。はい、この Open to Infinite Possibility、 これをね、翻訳しますと、無限の可能性に心を開いてくださいとあります。なんで、自分もオープンにしておくってことが結構大事かもしれないですね。これもオープンですね。オープンのカードでございます。心を開く。それが、あなたが愛情面で素晴らしいことを呼び込むための一つアクションとなりそうです。心を開く。無限の可能性が約束されてますと。そんなカードが出ておりました。ボトムも見てみようかな。お仕事、愛情、共通になりますけど、ボトムです。ネズミだ。マウススピリット。かわいいネズミさんです。Tend to the small things。これ優しくしてねです。優しくってきました。優しそうなカードが出てますけど、優しそうなカードが出てますね。今回これ優しさが割とポイントになりそう。武器になりそう。あなたの持っている本来の優しさ、それが生きてくる時ですって伝えてくれてます。はい。ではね、最後行きましょう。パワーストーンのカードで出していきますね。今月の一番最後のカードになります。ラストメッセージです。いて座の皆さん、10月ですね。勢いが結構ある。出ました。はい、このカードです。それではオープン。はい、オーシャンジャスパー。オーシャンジャスパー、なんかちょっと似てるけど、スケジュール、yourself in。これ自分でスケジューリングするみたいな意味なんですが、わかりやすくちょっと言いますね。自分のための時間を作るってことですね。オーシャンジャスパー。さっきも充電するとか、周りとちょっと距離を取るだとか、線引きするとかですね、そういったことをお伝えしましたが、自分主体に時間を使っていくっていうこと、それをお伝えしたいと思います。人に時間を奪われないように、自分の命の時間を自分で使う。自分を優先するってことですね。自分を優先する。はい、オーシャンジャスパーっていう石はですね、ネガティブなエネルギーを洗い流して、安心感とか安定感を得るという効果があるようです。はい、ということで、繰り返しますが、もうシンプルに自分を優先しましょう。ラストメッセージ、このカードが出てきてくれました。はい、以上になります。最後までありがとうございます。何回かご覧いただきますと、また違ったその時に必要なメッセージがね、受け取れることがありますので、よかったらご覧になってみてください。コメント欄にね、ぜひ今月のアウトプットを書き残していってください。お待ちしてます。それでは素敵な10月でありますようにお祈りしております。
ではでは。